にちは、米谷彩子です。パールマン、ギルシャハンなど多くの優秀なバイオリニストを育てたミス・トロシー・ディレイ先生のアシスタントを私は長年務めていたので、これまで先生の Basics Exercise を順にお話ししてきました。今までディレイ先生の教室で使っていたプリントを使ってアーティキュレーション、トーンコントロールエクササイズ、それから右手のボーイングなどを順番にお話ししてきましたけれども、今日はこの表の最後の項目、後に残しておいたビブラートについてお話ししたいと思います。ただ、ビブラートはいろいろな要素があるので、ビデオを数回に分けてお送りしたいと思います。皆さんご存知のように、ビブラートは音をより表情豊かに、またいろいろな音色を作るために弦楽奏者には欠かせないテクニックです。ビブラートとは歌い手さんが微妙に音程の変化を音につけるように指を振動させて音程に幅をつけ揺れさせるテクニックです。同じフレーズをビブラートありとなしでちょっと弾いてみたいと思います。最後のはビブラートがなかったんですけど、こういうロマンティックな曲ではビブラートをなしにしてしまうと、料理で言えば塩がないとかちょっと胡椒が足りないとか、そんな感じを受けるのではないでしょうか。私は小さい時からビブラートという単語を当たり前のように使ってきたので、いざこのビデオで何か説明するときに、実は正確な定義は何かなと思ってウェブを検索していたときに、ちょっと誤解を招く表現を見つけました。それにはバイオリンやビオラでビブラートを発するには、指板を押さえている指の位置を揺らす、閉じる。少し合ってるのかもしれないですけど、バイオリンを弾くためにはもちろん指で指板を押さえます。この定義によると、その位置をずらすとありますけれども、私の感覚では指そのものをずらすというよりは、指の位置はそのままで角度をずらして指の弦に触れているところが少しずれるという感じだと思います。基本の音を押さえている指の位置は変わらないと思います。そうでないと、基本的に押さえるところをずらしてしまうと音程が狂ってきてしまいます。指の角度が変わって転がしているような形でまた元に戻ってくる、そういう動きをしているんだと思います。ここで皆様に質問です。この弦をその音、普通の音、例えばそうだったらそうでも音だったです。それで上にこっちは音程の高い方で、こっちが音程の低い方になりますけども、こういう風にかける。これが1番。これは高い方にかけて低い方にかける。これが2番。それからこれは音から始まって下の方にかけて上がる。下の方に行って上がる。下の方に行って上がる。下の方に行って上がる。というこの3つのチョイスなんですけれども、ビブラートというのは
どういう感じであったらいいでしょうか。はい、正解は3番の音から下に行って上がる、下に行って上がる、下に行って上がるということです。この説というかあれについてはチェロの方はちょっと違うこともあるんではないかと思います。それからちなみに私は日本にいる時は小さい時はこういう感じで習ったような気がします。ただバイオリンの場合はこの音から下音から下っていうのが一般的です。一般的っていうか普通それが多いと思います。というのはなぜかよくわからないんですけども、人間の耳がこの高い方のピッチを聞いた時にこういう高い方の音を聞いた時に、例えばこの場合だとここが音だと思ってしまうっていう場合が多いんです。これはもちろんすごくなります。一番最初音程としてはですよね。それに高い方にかけてみますとここじゃなくてもいいですね。高い方にかけてとなると音が上ずって聞こえてます。もちろん真ん中でと言っても少しやっぱり上ずったように少し聞こえると思います。それなんで下に行ってだからこの音に押していくんですね。こういう練習があるんですけど、これはまた次回にご説明しますけれども、これを両方にかけてしまうとなんとなくちょっとこう落ち着かない感じにそんな感じになると思います。例えばこんな早い時にはこういちいちこんな動いてたらそんな時間ありませんけれども、やっぱりこれでもビブラートがかかってるのとかかってないのと音がちょっと違ってきます。これはかかってます。ということなんで指が来た方向にこうなんていうんですか、ロールっていうかこうちょっとこう寝かせていくような動きをしてビブラートをするんですけれども、普通教則本なんかでは指のビブラート、手首のビブラート、腕のビブラートと分けて説明してある本が多いと思います。もちろん大きな表現の時は腕のビブラートっていうとか手首のビブラートとかあるんですけれども、それはその運動が起こってる基本的な最初の始まりのところで、その最後にきつくところはやっぱり弦に触れている指の動きが一番大切だと思います。そのことについてと、それからディレイ先生のクラスでやっていましたビブラートの練習について次回ご説明したいと思います。では次回またお目にかかりましょう。